あなたはどのようにして自己表現しますか？芸術は人間の最も高貴な本性を表現する。フリードリヒ・シラー。皆さん、こんにちは、こんばんは。芸術は人間の最も高貴な本性を表現する。この言霊は、ドイツの詩人で劇作家、哲学者でもあったフリードリヒ・シラーが残した名言です。シラーは詩や劇を通じて、人間の情緒や理想を美しく描き出し、多くの人々に感銘を与えました。この名言も、彼が芸術を通じて人間の本質に迫ろうとした努力を象徴しています。最も高貴な本性という言葉には、ただ楽しむだけでなく、芸術が私たちを精神的に成長させる力があることを示唆しています。芸術は感情を解放し、思考を深め、人間性を豊かにするシラーの言葉は、そんな芸術の力を語っています。現代でも、映画、音楽、絵画など、様々な形で私たちは芸術に触れていますが、シラーの言葉を通じて、それらがどんな影響を私たちの心に与えているのか考えてみませんか。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずフリードリヒ・シラーのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。今日は、フリードリヒ・シラーについて詳しく教えてください。彼はどんな子供時代を過ごしたんですか？シラーは1759年、ドイツのマールバッハという小さな町で生まれたよ。お父さんは軍人で、お母さんは教育熱心で家庭的な人だったんだ。シラーは家族から愛情深く育てられたけど、お父さんの仕事の都合で何度も転居を繰り返す生活だったんだ。そのため、幼少期は新しい環境に適応することが求められる。少し落ち着かない日々を送っていたんだよ。軍人の家庭だと、規律が厳しい感じがしますね。シラーもそうだったんですか？そうだね。特に父親は規律を重んじていて、シラーもその影響で子供の頃から責任感や勤勉さを教えられたみたいだ。でも、シラー自身は文学や宗教に強く興味を持つ子供で、特に教会で聞く説教や聖書の物語に心を惹かれていたんだ。こうした体験が、後に彼が情熱的な詩人や劇作家になる原点を作ったとも言えるね。文学に興味を持ったきっかけって何だったんですか？それはお母さんの影響が大きかったと言われているよ。お母さんはシラーに宗教書や文学作品を読み聞かせたり、彼の好奇心を育む教育を大切にしていたんだ。また、シラーは学校の教師からも影響を受けていて、特にラテン語や詩の授業が大好きだったみたいだよ。家庭や学校の影響があって、シラーは文学の道を選ぶようになったんですね。その通り。ただ、当時の社会では軍人や医師のような職業が安定した道とされていたから、文学に熱中する彼に対して、家族や周囲からの理解を得るのは簡単ではなかったんだ。でも、シラーはそれでも情熱を失わず、若くして詩や劇を書き始めるようになったんだよ。その興味が、彼が作家になるきっかけになったんですか？そうだね。シラーは最初、父親の勧めで進学校に入学したんだ。彼の父親は安定した職業を望んでいて、シラーも一時は進学に専念していたよ。でも、教会での説教や宗教書に触れるうちに、彼の中で文学や劇作への情熱がどんどん強くなっていったんだ。その後、進学の道を離れて医学を学ぶことになるけれど、文学への情熱は消えるどころかさらに深まったんだよ。文学と医学、全然違う分野ですよね。医学を学んだことは役に立ったんですか？実はすごく役に立ったんだ。シラーの作品には人間の感情や苦しみ、身体的な痛みがリアルに描かれているんだけど、これは医学の知識が影響していると言われているよ。彼は人間の内面や生理的な苦悩を深く理解することで、よりリアルで共感を呼ぶ作品を生み出すことができたんだ。例えば、オルレアンの少女やワレンシュタインといった作品では、人物の葛藤や心理描写が特に印象的なんだ。そうだったんですね。
彼が作家として注目されるきっかけは何だったんですか？それが彼の戯曲「群島」だよ。この作品は社会の不平等や腐敗に鋭く切り込んだ内容で、特に若者を中心に大反響を呼んだんだ。上演された当時は感情の嵐とも評されるほどの強いインパクトを与え、シラーは一躍注目の存在となったんだ。この作品は当時の社会に対する鋭い批判でもあり、自由と正義を求める若者たちにとっては希望の象徴ともなったんだよ。彼の作品がただのエンターテインメントではなく、時代を反映した社会的なメッセージを持っていたんですね。その通り、シラーの作品は単なる物語を超えて人々に考えさせ、行動を促す力を持っていたんだ。彼の文学への情熱は教育や医学という異なる分野での学びを通じてさらに深まり、当時の社会に鮮烈な影響を与えるものとなったんだよ。群島のような作品を書くには当時の社会の影響が大きかったんじゃないですか？その通りだよ。シラーが生きた18世紀後半のドイツはフランス革命や啓蒙思想の影響が強く反映された時代だったんだ。この時代は自由や平等といった概念が急速に広まり、人々が権威や伝統に疑問を投げかけるようになった時期でもあるよ。シラー自身もこうした時代の流れの中で個人の自由や社会の不平等について深く考えるようになったんだ。群島はその影響を強く受けた作品で、既存の権力に挑む若者たちの姿を描き、当時の社会に大きな衝撃を与えたんだよ。時代の流れを作品に取り込むのが上手だったんですね。彼の哲学的な考え方はどうやって形作られたんですか？シラーは後に執筆した美学書簡という著作で、芸術と人間性について深く掘り下げているんだ。この中で彼は芸術が人間の感情や道徳性を高めるという考えを提唱しているよ。彼によれば、芸術はただ楽しむためのものではなく、感情を解放し理性と調和させる力を持っているんだ。この考え方は当時の哲学者たち、特にカントやゲーテとの交流から影響を受けたものだと言われているよ。特にカントの自由と理性に関する思想がシラーの美学に大きな影響を与えているんだ。彼は芸術を通じて人間を美しく表現することが社会をより良い方向へ導く鍵だと考えていたんですね。その通り、シラーは美が人間性を高める最も強力な手段だと考えたんだ。例えば、彼は美は自由の象徴であると述べているけれど、これは人間が芸術を通じて精神的な自由を感じ取ることができるという意味なんだよ。また、美学書簡では、芸術が人間の分裂した感情や理性を一つにまとめる役割を果たすと主張しているんだ。これは彼が生きた激動の時代において、社会が直面する分断や対立を乗り越えるための理想的な道筋として提唱されたものだったんだよ。名言が生まれた背景をもっと詳しく知りたいです。シラーの芸術は人間の最も高貴な本性を表現するという言霊が生まれた背景には、同時代の作家ゲーテとの友情が深く関係しているんだよ。ゲーテってあのファーストを書いたゲーテですよね。二人とも大物作家ですが、どうしてこの友情がシラーに影響を与えたんですか？シラーが若い頃、ゲーテとは同じ作家でありながら少し距離があったんだ。ゲーテは当時すでに名声を得ていて、シラーには冷たく感じる態度を取ることもあったらしい。特にシラーの初期の作品「群島」の情熱的なスタイルはゲーテには少し未熟に映ったんだ。そのため2人の関係は最初は少しギクシャクしていたんだよ。それがきっかけで2人の関係が変わったんですね。そうだね。シラーがイエーナ大学で教授をしていた頃、ゲーテが改めて彼の才能を認めるようになったんだ。ゲーテはシラーの深い洞察力や芸術への情熱に感銘を受け、手紙を通じてアイデアを交換するようになったんだよ。この文通を通じて2人の友情は急速に深まり、お互いに刺激を与え合う良きライバルでもあり、協力者にもなっていったんだ。どんな話をしていたんですか？2人は芸術の役割について多くを語り合ったよ。特に芸術がどのように人間の精神や社会を豊かにするかというテーマはシラーにとって重要な議題だった。ゲーテとの議論を通じて
シラーは芸術が感情を解放し、理性と調和することで人間性を高めるという考えをさらに発展させたんだ。この考え方が美学書簡や名言に結実していくんだよ。ゲーテとの交流がシラーの思想を深めるきっかけになったんですね。その通り、ゲーテもまたシラーとの友情を通じて創作に新たな視点を得たと言われているよ。二人の友情はただの個人的なつながりを超えて、ドイツ文学や思想の発展に大きな影響を与えたんだ。芸術は人間の最も高貴な本性を表現するということ。シラーとゲーテの交流が具体的にシラーの作品や考え方にどう影響したのか教えてください。二人が推進したワイマール古典主義は、人間の理想や道徳を芸術によって表現する運動だったんだ。この運動の中で、シラーは芸術は人間の感情や理性を調和させ、人間性を高める力を持つという信念をさらに深めたんだよ。ゲーテとの対話を通じて、シラーは美が理想的な社会を築くための重要な手段であるという考えに至ったんだ。その考えがこの名言につながっているんですね。そうなんだ。例えばシラーの戯曲ウィリアム・テルやバレンシュタインには自由や責任、正義といった普遍的なテーマが描かれているけど、これらの作品は単なる物語以上の意味を持っているんだ。シラーはこれらの作品を通じて観客に深い感動を与えるだけでなく、内面的な成長や社会的な意識を呼び起こそうとしたんだよ。特にウィリアム・テルでは、抑圧に抵抗する人間の自由への渇望を感情的でありながら理性的な形で描き出しているよ。理性と感情を同時に表現するのが彼の芸術の特徴だったんですね。その通り、ワイマール古典主義では、人間性を完全に表現するには感情と理性のバランスが必要だと考えられていたんだ。シラーとゲーテの交流は、シラーがこの考えを自分の作品に実践する手助けをしたんだよ。例えばバレンシュタインでは、主人公が理性と感情の狭間で葛藤する姿が描かれているけれど、これはシラー自身の哲学を具現化したものなんだ。ワイマール古典主義って理想を追求しながら現実を描く運動だったんですね。そうだね。シラーとゲーテの協力は、芸術が持つ力を最大限に活用し、個人だけでなく社会全体の向上を目指すものだったんだ。芸術は人間の最も高貴な本性を表現するという名言は、この運動を象徴するシラーの信念そのものだと言えるね。では、シラーにとってこの言葉がどのようにして彼の人生や活動の中で生まれたのかを教えてください。シラーは詩人や劇作家としてだけでなく、美学や哲学の研究者としても活躍していたんだ。彼が表した美学書簡では、芸術について人間の感情や道徳性を高め、社会に調和をもたらす力があると述べているよ。この考えは、シラーが生涯を通じて追求していた人間性を完成させるという理想と深く結びついているんだ。彼にとって芸術とは、単に楽しむためのものではなく、人間の内面的な可能性を引き出す重要な手段だったんだよ。つまり、芸術は単なる楽しみだけじゃなく、人間の可能性を引き出す大切な力だということですね。その通りだね。シラーは、特に当時の社会的混乱の中で、芸術が持つ感情と理性を調和させる力に強い希望を見出していたんだ。この信念をさらに深めるきっかけになったのが、ゲーテとの友情だよ。二人の対話や共同作業を通じて、シラーは自分一人では気づけなかった新しい視点や哲学を発展させることができたんだ。芸術が個人だけでなく、社会全体をより良くする力を持つと確信した彼の思いが、この言霊に込められているんだよ。シラーにとって、友情や芸術がどれだけ大きな意味を持っていたのかが分かりました。私もそんな出会いがあるといいなって期待に胸が膨らみます。そうだね。シラーが芸術は人間の最も高貴な本性を表現するという言葉に込めた思いは、今の私たちにも多くのことを教えてくれるよ。芸術や友情は私たちの可能性を引き出し、未来を切り開く鍵になるんだ。では、いつものように未来に生かせることを話し合ってみるかい？はい、お願いします。では、テーマを考えてみたから、良いと思うものを選んでね。
自分の感情や理想を表現する勇気を持つ。シラーは戯曲や詩を通して自分の信じる価値観を堂々と表現したよ。自分の気持ちや考えを言葉や行動で表すことを大切にしよう。困難な環境の中でも学び続ける姿勢を持つ。軍人の家庭で育ち、医学や神学を学びながらも文学への道を諦めなかったシラーのように、変化に柔軟に対応しながら学び続ける力が重要だね。人との協力や友情を通じて成長する。ゲーテとの友情がシラーの創作活動をさらに豊かなものにしたように、仲間と協力することで新しいアイデアや可能性を生み出せるよ。芸術を通じて人間性を高める。シラーが提唱したように、芸術には感情や道徳を豊かにする力があるんだ。音楽や絵画、文学に触れることで自分自身を高める機会を作ろう。今回は人との協力や友情を通じて成長するについて教えてください。もちろんだよ。普段の生活や学校でも友達や家族、チームメイトと一緒に取り組むことがあるよね。そういう中で成長する大切さについて考えてみよう。確かに何かを一人でやるよりも仲間と一緒にやった方が楽しいし、学ぶことも多い気がします。その通りだね。今回はシラーとゲーテの友情に学びながら、協力や友情がどう成長につながるのかについて3つのポイントを挙げてみたよ。1、刺激を与え合う関係を作る。シラーとゲーテの友情の一番の特徴は、お互いを高め合う関係だったことだよ。2人は手紙を通じてアイデアを交換し合い、新しい作品や考え方を生み出していったんだ。一緒に話したり意見を出し合うことで良い刺激が生まれるんですね。そうだよ。一人だと気づけない視点やアイデアが仲間との交流で見えてくるんだ。だから友達やチームで何かを話し合うときは、積極的に自分の意見を言ったり、相手の意見を聞いてみるといいね。2、信頼が成長を支える。信頼関係があると協力がもっとスムーズになりそうですね。その通り。シラーとゲーテはお互いを信頼していたからこそ、正直な意見を交換し合い、一緒に作品を磨き上げていけたんだよ。信頼があるとたとえ意見が違っても安心して話し合えそうです。そうだね。信頼は成長するための土台みたいなものだよ。だから友達や仲間と良い関係を築くには、まず自分が相手を尊重することが大切だね。3、共通の目標に向かう力。最後に、友情や協力の力を発揮するには共通の目標があるといいんだ。シラーとゲーテはワイマール古典主義という運動を通じて、芸術で人々を豊かにするという共通の理想を追い求めたんだよ。確かに同じ目標があるとみんなで頑張れる気がします。そうだよ。学校のプロジェクトや部活動でも一緒に目標を作ることでチームワークが強くなるよね。みんなで成し遂げた時の達成感も大きいんだ。今日のお話を聞いて、私ももっと周りの人との協力を大切にしたいなと思いました。素晴らしいね。協力や友情はあなた自身を成長させるだけでなく、周りの人にも良い影響を与える力があるよ。ぜひ今回のポイントを意識してみてね。見てくださった皆さんは今回のお話をどう感じましたか？コメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。ここまで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたはどのようにして自己表現しますか？フリードリヒ・シラーの芸術は人間の最も高貴な本性を表現するという言霊からは、私たち一人一人が持つ可能性やそれを表現することの大切さを学ぶことができました。彼の人生や活動を通じて、友情や協力の力が成長や創作にどれほど影響を与えるのかを考えるきっかけにもなったと思います。どんな方法であれ、他者とのつながりや自分自身の表現が日々の生活を豊かにしてくれるはずです。シラーの言葉を胸に、皆さんもぜひ自分の心の中の芸術や表現を見つけ、それを大切に育んでください。
心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊について、あなたの考えを教えていただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。